これでわかるネメシス。人間の思い上がりに憤り罰を与えるギリシャ神話の女神。正義感が強く道理に外れた行為を許しません。そんなネメシスが罰したのは美少年ナルキッソスでした。こんなお話です。ある時、美しい男の子が生まれ、ナルキッソスと名付けられます。自分自身を見なければ長生きできるであろうと予言されます。周りの者は彼に彼自身の姿を見せないようにしました。鏡というものがない時代だったので可能だったのかもしれませんね。ナルキッソスは成長して、それは美しい青年になりました。彼に恋をする人が絶えませんでした。ただ彼自身は他人に興味がなく、優しくされても冷酷に返します。アメイニアスという青年がナルキッソスに恋をして気持ちを伝えるも、冷たくあしらわれ自殺してしまいます。ナルキッソスはそれを何とも思いません。エコーというニンフがいました。ニンフとは精霊のことです。彼女はいろいろあって自分の言葉を出せなくされていて、相手が言ったことを繰り返すことしかできません。ナルキッソスは自分が言ったことを繰り返され、煩わしく思い、冷たくあしらいます。ショックのあまり、エコーは体を失い、小玉だけになります。彼はそれも一切気にしませんでした。それを見ていたネメシス。人の気持ちを平気で傷つけて、調子に乗り上がって、と。そしてネメシスはナルキッソスに身を焦がす叶わぬ恋をさせるという罰を与えます。山の奥に水の澄んだ泉があり、表面は鏡のように輝いていました。ネメシスは彼をそこへ連れて行きます。ナルキッソスが泉の方へ行き、水を飲もうとかがむと、なんて美しい人だ。と水面に映った自分に一目惚れしてしまいます。ただいくら呼びかけても返事をしてくれない。キスをしようとすると波紋が広がり、すかさず消えてしまう。一向に出てきてくれない存在、釣れない相手。でもずっと見つめていたい。ナルキッソスはその場から動けなくなり、食べることも寝ることも忘れ衰弱し、ついに息絶えてしまいました。すると彼の体は消え、泉のほとりにはひっそりと水仙の花が咲いていました。水辺にうつむきがちに咲く花ですね。花言葉はうぬぼれや自己愛です。ちなみにナルシシストという言葉はフロイトがこのナルキッソスから取ったそうです。自分自身を見なければ長生きできるであろうという不吉な予言通りになってしまいました。ここまでなることが分かっていて彼を泉に連れて行ったネメシス。結構厳しいですね。では最後にこのお話の絵画を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。